どうも、こうちゃんです。今回はですね、長崎の高台から市内を一望できる絶景の老舗旅館、日照館別邸紅葉亭に来ています。今回紹介するのは、寛永2年、1625年に創建された歴史ある諏訪神社の高台に立ち、すべての部屋から長崎港や稲佐山など、長崎市街の風景を一望できる大人の隠れ家と称される日照館別邸紅葉亭。わずか23部屋の客室は全て60平米以上の広さを保ち、全ての客室から世界新三大夜景にも選ばれた長崎市内の1000万ドルの夜景を高台から堪能できる眺望は最大の魅力といっても過言ではないだろう。すき家造りの純和風旅館で堪能できる温泉や和風のおもてなしも評価が高いと聞く。今回は全客室の中で最大となる100平米の広さを持つ特別和室で過ごした体験をレポートするぞ。はい。じゃあ、部屋紹介の方させていただきます。まずですね、ここ特徴的なのが玄関かなり奥行きあります。はい。結構大きめでね、ゆったりしてますね。で、部屋の方なんですけども、まあもうほんと昔ながらの作りっていう感じで、なんか僕のおばあちゃんの家を思い出すような全室畳で、はい。で、まずはこっちから行きましょう。部屋入ってね、すぐ左手に、こっちが洗面所。はい。こっち来てください。はい。洗面所ですね。で、アメニティチェック後でやるんで、こっちがすごい素敵ですよ。ほら。なんかもう味のあるヒノキ風呂。はい。いいですね。まあ、こことは別に、大浴場もあるみたいなんで、僕はちょっと今日ね、個人的にはそっち利用しようかなと思うんですけども。はい。で、はい。じゃあ次々行きましょう。こっちが今ですね。で、特徴的なのがやっぱりこれですね。はい。いろりがあります。ただし、これ、聞くところによると、本当展示して飾ってるだけみたいなんで、実際には使えないみたいです。ただね、こういういろりもね、日本ではなかなか見かけなくなってるんで、すごい貴重なね、ものだと思いますね。はい。で、こっち来ると、あとその前に、まあ部屋もそうなんですけど、大体すべてのここ電灯が、この昔ながらのこの紐ついてて、これでつけたり消したりできます。これはもう完全日本っぽいですね。なんかスイッチでも消えたりするんですけど、子供の頃こんなだったなって思い出しますね。で、ここにマッサージチェアがありますね、この部屋は。これはね、風呂上がりにでも使いたいなと思います。で、これがすごいです。ここの景色が。ここね、窓の方向いてるんですけど、なんでこんな風になってるかというと、ちょっとね、見ればわかります。これ窓開けるとね、今ここから長崎の夜景が一望できるんですよね。めちゃくちゃ素敵ですね。高台なんでね、景色がすごい綺麗なんですけど、これをね、ここで本当に、このように、椅子にもたれながら見られるというね、もう長崎の夜景を独り占めですよ。まあ、もしかしたら隣の部屋の人も独り占めしてるかもしれないけど、この部屋では僕が独り占めです。はい。ユッキーさんもか。はい。で、まあ、ちょっと冷蔵庫ですね。奥の方に冷蔵庫があって。はい、開けます。これは素敵ですね。昔の旅館って感じですね。こういう瓶のコーラとかサイダーとか、あとこう瓶ビールが多いっていうのがね、なんか日本の昔の旅館ってこうだったなっていう、そんな感じを思い出させますね。これはいいですね。味があって。はい。で、障子なんかもあります。ここも障子ですね。素敵ですね。はい。こっちがね、食事とかするスペースですね。ここの大きいテーブルでね、しっぽく料理、長崎の伝統料理を。多分これ10畳ちょっとぐらいあるのかな。すごい広いスペースですね。多分今日はここに寝させてもらうんじゃないかなっていうふうに思います。はい。いや、いいですね。でほら、昔の建物だから、これね、僕ね、まっすぐ立つとね、頭当たっちゃうんですよ。ちょっとかがまないと、こう、頭ぶつかっちゃうっていう、こういうのもね、昔の日本家屋っていう感じで、ちょっと特徴的ですね。歴史が古いんで。で、これちょっと特徴的なのが、こちらのトイレです。トイレがなんと2つあります。男女かなと思いきや、まずはこっち見てみましょう。はい。一般的なね、はい、水洗式のトイレ。そして、こちらのトイレ、開けてびっくり。どうぞはい。昔ながらの和式トイレとね、両方あるっていうところがね、これも歴史感じるところですよね。
でこっちがもう一部屋あって、客室ですね。客間があって、で今はちょっとね荷物とか置いてて、ここ自体は6畳ぐらいなんですけど、なんか屏風なんかもあって、はい、ちょっとね暗いからわかるかな。はい、屏風なんかもあってね、昔の建物っぽいですよね、こういうのもね。そしてはい、ここ、はい、ここ開けます。あれはい、ここ素晴らしいです。なんとここの客室から開けると目の前が池があります。はい、昼間だとねこれ魚が泳いでるのが見えるんですけど、今の時間だとちょっと見えないんですがね、ここも素敵ですね。はい。アメニティ。はい。わ、これすごい。何ですか？何これ。あ、アイロン。ああ、ヘアアイロンがあるんだ。これ便利ですね、お風呂上がり。ああ、もっと綺麗になってくださいっていうね、心遣いですよ。旅館からの。でこれは何でしょう、三木本コスメ。三木本。そうですね、三木本コスメ。おー。こういうああ、感じなるほどね。はいはいはい。クリームとかね、化粧水とかね。お、三木本なんだ。これは、はい。まあブラシですね。ブラシ。で、歯ブラシ、歯ブラシ。コットンセット、コットンセットシャワーキャッシャワーキャッププ、まあ、シェービングセット。はいはい。まあ、一気普通のも一通りの。まあ、ドライヤー。ドライヤーはドライヤーであるんだね。ね。この辺が何ですか？一応これ、男女別で、はい化粧水、うん洗顔料と乳液ですね。なるほどなるほどなるほど。こっちはね、これは石鹸ね。ハフェンドソープ。イスのはいハンドフォームと、これはシェービングフォーム。はいはいはい。しかもここちょっと面白いのがね、こう洗面所2つあります。水。こっちとね、こっちなんかは多分なんか洗い物するのとかに使ったりするんだろうね。うん。おー。はい。で、ここは、これ多分浴場に持っていくはいはい。タオルセットとかこういう中に入れて、はい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 。浴場に持ああ、っていくんですそうだね、そうだね。タオルとかおーボディタオルですね。おー。さあ、ここからはディナーで食べた部屋食のしっぽく料理を紹介しよう。しっぽく料理とは、かつて海外との交易の地として栄えた長崎を発祥とする宴会料理の一種で、中国料理や西欧料理の要素が日本の食文化と融合して生まれたと言われている。長崎県特有の食文化のため、しっぽく料理に全く馴染みがないという日本人も少なくないだろう。しっぽく料理は、朱塗りの円卓を数人で囲み、大皿に盛られたお料理を直箸で取り分けて食べるのが伝統的なスタイルらしい。今回は旅館の部屋食であったため、円卓ではなくテーブルで食事をするスタイルであったが、長崎には伝統的なスタイルでしっぽく料理を提供しているお店も少なくないので、機会があればそういった食事もしてみたいと思う。こちらはコースで提供されたタイの塩釜焼き。塩を割ってよけ、タイをほぐして器に取り分けながらいただいた。新鮮なタイだったため、あら汁にしていただけないかと無茶を言ってみたら、別料金ではあったものの調理して提供してもらうことができた。こうした要望にも応じてくれた旅館のおもてなしの心は素敵だなと感じた。しっぽく料理の締めには必ずお汁粉が提供されるのだが、これは昔貴重であった砂糖をふんだんに使って客人に提供するのが最上級のおもてなしであったためらしい。実はこの日、僕らの食事には中国から特別なゲストを招いていた。彼は中国の伝統楽器、ニコのプロ奏者のサオレイ。サオレイは今回、長崎美術館で開催されたコンサートへ参加するため来日していたのだが、実は僕とユッキーさんも友人である彼のコンサートのために長崎を訪れていたのだ。中国ナンバーワンと称されるサオレイの経歴は輝かしく、選ばれたアーティストにしか参加ができないカンヌ国際映画祭のオープニングアクトや中国の春節テレビ番組などへの出演のほか、日本でも東儀秀樹氏やルナシーのボーカリスト河村隆一氏などのトップアーティストとコラボするなど、中国を代表する音楽家の一人として活躍しているのがサオレイなのだ。さあ、それではディナー後の旅館に話を戻したいと思う。お、気持ちよさそうな人がいる。はい、気持ちいいけど時々痛いこれ。気持ちいい？いや、気持ちいいところと痛いところがあるの本当に。
痛い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 、こことか超痛いもん今。痛そうにしてる。あたたたたあたたたた。わかります。このはい。痛い痛いジ痛い。ャンギンになってきたから動いてるけど全然効かない。しかも今なんか叩いてるみたいな感じで。ああ。っていうかさ、うん、枕起きすぎじゃないこれ。なんでなんで枕3つも使うの？だって低いんだもん。これ普通サイズです。こっち3つ。欲張りユッキーだね。椅子の中にまだ2つくらい残ってるよ。使っていいよ。大丈夫だ。もう風呂上がりでメイク落としてるから正面から撮れません。やめてよ。取らないでくださいよ。ちょっと今からビール飲みたいと思います。なんかね、ビールスーパードライキリンの一番搾りと、あとプレモムルガッテ、あ、恵比寿もあるな。よりどり緑だな。どれ飲もうかな。じゃあなんか縁起がいいから恵比寿飲みます。猫と同じように丸くなってんの？なんで疲れた？あ、ちょっとお疲れ様でした。乾杯しましょうか。小町来た私今のしてできないよね。できないかも、体硬いから。できる。うん。前ロケで乾ね。杯。ちょっとユッキーさん化粧落としてるんで反射してるユッキーさん映してます。やめて。反射だからそんなんわかんないから。大丈夫。私丸くなってるから。なんで丸くなってんの？慣れてるから丸くなってる。疲れたら丸くなるんだ。うん。このホテルの雰囲気はどうですか？旅館か。雰囲気はすごく昭和っていうより大正？さ大正大げさでしょ。なんかすごい昔の雰囲気があって、おしんのうちに来たような感じです。おしんおしんの家ってこんなじゃないよね多分。おしんの家多分もっと貧しいと思うよ。だからああいう昔の、うん。家に来たような感じがします。ああ。うん。まあでもね、ほんと全部畳だしね。頭ぶつけそうになるしさ、低くてさ。確かに昔ながらの作りだね。あ、やばい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 。まあここホテルって言えないから旅館ね。か。うん。いやすごい俺好きだね。なんかもう昔なんか子供の頃ね、両親に連れてってもらったなんかほんと昔ながらのなんか旅館の良さが残ってるよね。ここね。あとさっきちょっと大浴場行ってきて、まあ大浴場ちょっと残念ながらほら撮影できないんでちょっと口で説明するしかないんだけど3つあって大浴場の中に温泉が。で、1個露天なのよ。まあ、中の2個は正直まあ、いわゆる一般的にどこでもって言ったらあれだけど、なんか結構あちこちで見るような、そういう温泉だけど、外にある露天はめっちゃ良かった。っていうのが、なんだろう、何がいいかっていうと、露天自体がそんなに大きくない。なんだけど、ここさ、すごい高いじゃん、丘の上でさ。だいぶ高いじゃん。しかも結構険しいじゃん。緩やかに坂じゃなくて結構急激に坂になってるような感じで見下ろすともう街がすごくこうバーッとこうなんだろう見下ろせるようなまあこの部屋から見れるような夜景、それすごいね。その夜景を見ながら露天入るっていうのは多分これ日本でもここまでの高さがあってしかも夜景がある程度綺麗な街でしかもこの角度この温泉は多分なかなかないんじゃないかな。これで温泉あるこの条件で温泉あるって。だからそういう意味ではすごい希少な体験だと思うここの露天風呂。こちらは旅館の朝食。ご飯とお味噌汁、卵焼きや黒豆などいくつかの小鉢が添えられたいわゆるどこの旅館でも見るような和朝食。フルーツジュースなどの飲み物やサラダなどのサイドメニューはバイキング形式で選ぶこともできた。ここにカステラが並んでいたのはさすが長崎と感じさせられた。気になるお味の方は特別美味しいというわけではないが、一般的な旅館で提供される和朝食と同じようなヘルシーさを感じる朝食であった。さあ、チェックアウトの時間も近づいてきたので、今回の旅の総括をしたい。日照館別邸紅葉亭は、一昔前の昭和の良き情緒感を残し、女将や中井さんからも、旅館ならではの行き届いた細かなおもてなしの心を感じやすい、リフレッシュしてくつろぐのに適した旅館だと感じた。何より高台から見える景色や夜景は素晴らしいし、
露天風呂から望める美しい夜景は一見の価値ありだと個人的に思う。都会に住む人ならば、旅館に入った瞬間から一昔前にタイムスリップしたような非日常感を堪能できるところもリフレッシュ効果を感じやすいポイントだと思う。まあね、今回ね、旅館、長崎の老舗旅館に泊まってますけども、まあ本当に雨っていうね、この天候でもちょっと風情がある、こんな茶室でね、はい、過ごさせてもらいましたけど、次回もね、できたらね、温泉あるところに行けたらなっていうふうには自分では考えてます。ということで、次回の旅もぜひお楽しみにしてください。それじゃあ、またね、バイバーイ。